自転車で日本一周の旅。今日は新浦安から水戸まで行ってみたいと思います。この間いわきから水戸まで走ったので、これでいわきまでつながることになります。市川にあるバードサンクチュアリーです。すごいいっぱい鳥が本当にいる。木の上に巣がありますね。動物園みたいな匂いがします。天皇陛下が雅子さまにプロポーズをした宮内庁鴨場もこの中にあります。江戸川に架かる明田橋を朝日に向かって渡ります。明田橋は総事業費約92億円をかけて2019年に完成しました。長さは 622.5 メートルです。前方に中山競馬場が見えてきました。有馬記念で有名な中山競馬場は、東京競馬場、阪神競馬場、京都競馬場と並んで、日本の4大競馬場の一つとなっています。競馬開催日ともなると、この辺りは激しい渋滞となるのですが、この日は朝ということもあって、交通の流れは比較的スムースでした。北総線の白井駅付近で線路の上を越し、白井市を走ります。白井市は梨の生産が有名です。全国的には船橋のふなっしーが有名かもしれませんが、千葉県内では白井市が一番の生産量を誇っています。全国では生産量は4位です。ちなみに1位は福島市です。ここで改めて自転車輪行で日本一周のルールを説明します。47都道府県のすべての県庁所在地を自転車で通過する。連続した日程でなくてもよい。一筆書きでなくてもよいの3つです。とりあえずこれで進めていきます。印西市を通過しています。桜がきれいに咲いていました。利根川までやってきました。利根川を越えると茨城県です。この利根川と江戸川によって千葉県の県境は形成されています。利根川を上流へ登っていくと野田市の関宿で江戸川とぶつかります。ちょうどチーバくんの鼻の先です。利根川を渡っています。大仏様が見えてきました。見えてきたのは牛久大仏。正式名称を牛久阿弥陀大仏と言います。青銅製で高さは120メートル。立像として高さは世界で6番目。青銅製の像としては世界最大でギネスブックにも載っています。自由の女神の足元から頭までが33.86 メートルですから、約3倍の大きさがあります。1992年の完成で、地上85メートルまでエレベーターで登ることができます。内部は建物のように5階構造になっており、仏教に関する様々な展示がされています。大仏様大きいです。綺麗に桜が咲いた土手沿いのコースを走ります。この川は何川かな。
土浦駅を通りました。サイクリストの間では霞ヶ浦を自転車で一周する通称かすいちの拠点として使われています。土浦駅の近くでこんな看板を見つけました。左に行けば筑波山、右に行けば霞ヶ浦ですが、今回は直進しました。道の両側にレンコンの田んぼが広がっていました。ちょうど収穫をしている農家の方がいらっしゃったので、写真を撮らせていただきました。どうもありがとうございました。レンコンの水田を抜けると常磐線の線路にぶつかりましたが、なぜか列車が線路上に止まっていました。何か事故でもあったのでしょうか。列車の下の方が焦げたように見えます。電気系統の事故でしょうか。警察の追走から逃れる車と衝突したということです。JR には何の日もないのに復旧に当たられた皆様、ありがとうございました。このような看板を見つけましたが、ここも直進します。こんな素敵なサイクリングロードなのに、先ほどのサイクリングコースが川の向こうに見えます。小伊勢川桜堤という桜の名所のようです。そして霞ヶ浦が見えてきました。菜の花がとても綺麗に咲いていました。なんか見えてきた。見えてきたのは涸沼です。どうやらしじみが名物のようです。汽水湖である涸沼は重要な湿地の保存に関するラムサール条約に2015年に登録されました。大洗の松並木とマリンタワーです。大洗フェリーターミナルの看板が見えました。大洗からは1日2便、北海道の苫小牧へフェリーが運航しています。苫小牧へは片道18時間ほどです。この道の先には名門大洗ゴルフクラブがあります。1998年には日本オープンも開催されました。満開の桜が見えてきました。交差点を右に曲がると、磯浜桜坂通りという名前の通りのようです。大洗から中港に近づくと、前方に赤い鉄橋が見えてきました。こういう鉄橋を見るとワクワクします。先ほど通った佐賀川に架かる開門橋です。1895年に初代の橋ができて、実は現在の橋は5代目です。初代から4代目の橋は洪水、漁船の衝突、設計時の地質調査の不備による倒壊などで全て落橋しました。1938年から1959年の間は橋のない状態が続きましたが、1959年に現在の橋が完成しました。橋の長さは 407.8 メートルです。今日の目的の一つである那珂湊お魚市場に到着しました。ヒラメ、アワビ、ヒラメ、こっちのヒラメ大きな、ホッキ貝、オナガイキ貝、
客さん、2000円のついていきますか。タコ。皆さん、タチウオのすごいのがいる。このタチウオはすごい。600円だね。イカです、イカ。お題よろしく。サザエ。はい、どうぞいらっしゃい、どうぞ。これホンビノス。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。カキ。はい、どうぞ。ホタテ。カキ食べれますよ。よかったら。今日の目的の一つは海鮮丼を食べることです。どのお店も賑わっていましたが、海鮮丸さんにお邪魔しました。こんなメニューです。いただいたのは炙り丼デラックスです。水戸に向かう途中でこのような門を見つけました。門を上がると反射炉の跡がありました。反射炉は鋳造用の炉の一種で、日本では外国船の牽制のため、大砲を作るため、江戸時代後期から使われるようになりました。この反射炉は1855年に完成しました。田んぼの中に鉄道の高架線があるんですけど、なんでこんなところに高架を作ったのかがよくわかりません。北海道を中心に展開する日本最古のコンビニエンスストアチェーン、セイコーマートを発見しました。関東には珍しいと思っていたのですが、茨城と埼玉には進出しているようです。友部の景色。この日の最終目的地は水戸駅のはずでしたが、ご覧いただいた常磐線の事故のため、常磐線は不通となり、この時点で運行再開のめどが立っていませんでした。そこで、水戸から3つ東京方面に戻った友部駅から小山に向かう水戸線を使い、小山から宇都宮線を使って東京方面に戻ることにしました。水戸市内のスーパー銭湯に入る予定でしたが、友部の憩いの家花坂という温泉施設を利用しました。常磐線の事故の影響で目的地を水戸駅から友部駅に変更して今着きました。移動距離は 156.96 キロ、タイムは7時間40分でした。水戸線というのに水戸駅は通りません。起点駅はこの友部です。営業キロ数は 50.2 キロ、駅の数は16です。